はい、皆さんこんにちは。新生活が始まりましたけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。それどころじゃないですよね。みんなね、今まで体験したことのないような生活をしてるかと思います。いろんな行事、イベント、仕事、学校がね、中止されていって、なかなか大変な時期ですよね。これについては後半また話しますね。視聴者さんから面白いリクエストが来て、なんで iPhone 9、Windows 9はないのか。それはもしかして9という神秘的な数字をあえて避けているのか。確かにね、みんな考えたことありますか？なんで9なかったのか。8から普通に 10X とスキップしましたよね、一気に。まず iPhone。初代 iPhone は2007年に発売されて iPhone と名付けられ、翌年に登場したのは iPhone 2ではなく iPhone 3G でした。3G に対応したモデルだったので、僕はこのモデルから使い始めました。もうその時点で2を飛ばしているので、順番に進むという規則ではないんですよね、もともと。そこから 3GS、4、4S、5、5C、5S、6とこのようにね、進んでいくんですけど、8プラス、じゃあ次は9かなと思いきや、10、ありゃ9はどこに行ったんやと。もしかしてこれは以前僕が紹介した369という神秘的な数字があるというお話。369を見たことない人はこちらの動画を見てきてほしいんですけど、簡単に言うと、ニコラ・テスラが369という数字を崇拝してて、世の中はこれらの数字で成り立っているみたいな感じです。特にその中でも9という数字が特に神秘的で、もしかしてあえて9という数字を使ったモデルを裏の組織は作らなかったのか。9の持つ偉大な力を避けてみたいな都市伝説、果たしてどうなんでしょうか。すいません、ちょっと青の照明が電池切れちゃいました。まず Apple が iPhone 9ではなく10を出した一つの理由が、8の次の世代は iPhone を発売してから10周年目になるモデルだったんですね。それプラスボタンをなくしたり Face ID を搭載したりと一気にモデルチェンジをしたので、8の次の9ではなく1個飛ばして思い切って10として発売したと。わからなくもないですよね。10周年目だから大々的に売り出したくてモデルチェンジをして1個飛ばしてね、名前もインパクトあるやつにしたと。あと純粋に iPhone 1から 3G に飛んだように、 Apple はもともと順番を守るつもりはなく、モデルによって数字が変わっているだけだと。ただこれに関しては Apple だけではなく Microsoft の Windows 9も飛ばしているんです。 Windows は1985年に 1.0 が発売されてから Windows 2.0、3.0、3.1、Windows 95、Windows NT4.0 とこんな感じでバラバラではあるんですけど、 Windows 7と来て8と来て9かと思いきや 10。 ここでもまたあえて9を避けているのか。これに関しては Windows トップのテリー・マイヤーソン曰く、7、8、9、8は食べたという意味が含まれているので、英語の文法でいくとそのまま7、8、9。7は9を食べてしまったと。なるほどね。全人類が納得なわけ。それは冗談で、本当の理由は iPhone と似た理由で、大きなモデルチェンジになるのに、8から9というのはインパクトに欠けるので、1個飛ばしたことによって、今回は大きなモデルチェンジしたよというアピールだったそうです。Apple も Microsoft のようにマーケティング戦略で9を飛ばしたと。わからなくもないんですけど、揃いも揃ってね、9を飛ばすの、なんかちょっとかわいそうですよね。そんな iPhone ですけど、今年に iPhone 9が発売されることが噂されています。ここに来て iPhone SE ってあったじゃないですか。小型化して性能も若干落としたモデル。その後継者が iPhone 9になるんじゃないかということです。このややこしすぎる順番、あちこち行ってなんやねんって感じですけど、9という数字をあえて避けていたというのは、ただの都市伝説だったのか、あるいは本当に何か恐ろしい裏の意味があったのか、皆さんはどう思いますか？ただ忘れてただけじゃね？今世界中が大変なことになってるのは間違いないですよね。そこはみんな共通意識かと思います。今までにない体験をしてますよね。都市伝説で話していたような世界になってきて、いざ起こったらマジかって驚きを隠せないですよね。もうこんな時代ですから、これから何が起こってもおかしくないというのはみんなも感じてきてるかと思います。これから話す説はかなりぶっ飛んでいて、ちょっと過激なので、だいぶね、オブラートに包んで話しますね。だいたいこういった大きな出来事の裏では、水面下で何か動いているというのは過去の事例でもわかりますよね。例えば芸能人の不倫とか薬物のニュースの裏では政治的なニュースを隠すためだったりとか、それと同じで今世界の裏ではかなり大きな計画が遂行されつつあるという都市伝説があるんです。あくまで都市伝説です。まず最初に僕が2018年2月に出したぶっ飛び都市伝説という動画で紹介したある話題が再び注目されるようになっています。それが
フィーマキャンプ。これはアメリカで有名な都市伝説なんですけど、2015年の夏にアメリカでジェイドヘルムという全米最大規模の軍事演習が行われていたんですね。アメリカ軍最強と言われているグリーンベレーたちが大規模で行った演習。実際に市民が見えるような形でも行われていたので、さすがにちょっと怖くなってきて、これはただの対策じゃなくて他の理由があるんじゃないかと。これから大規模な災害とかが起こって国民がみんな軍によって管理されちゃうんじゃないかと。アメリカには災害に対応する政府機関、アメリカ合衆国連邦緊急プログラムFEMAですね。全米でたくさんのキャンプサイトを設置しているんです。それはまるで強制収容所のような見た目。いざとなった時、国民を完全に管理してしまうと、逆に逆らうと、これは世間的にニュースとかでもんなことあるわけねえだろうと批判されてきたんですけど、今現在何が起きているのか。世界中で外出禁止令が出ているのは皆さんもご存知ですよね。外出したら罰金されるところもあります。行動が完全に制限されているんです。もちろんこれは必要なことなので仕方ないですが、都市伝説で語られていたものの実際にこんな事態になるとはって感じですよね。家からのリモートワーク、あるいは企業によっては完全に休止していたり、学校も休校、最低限の買い出し以外は禁止。こんな異様な出来事の水面下で起きていると言われているのが、アゴニタイムではなく大量逮捕。ウォー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 、逮捕って何のこと？外出した人たちのことって思うじゃないですか。実はそうではなく、世界中のお偉いさんたちなんです。みんなが今の世界を生きやすいのか、あるいは生きづらいのかは、人それぞれだと思いますけど、僕のお金についての動画を見たら少し見えてくると思いますけど、世界の半分の富をほんの一部の方々が所有しているように、みんなが働きありになるような世界が構築されてしまっているのは、都市伝説抜きにしてもなんとなくわかるかと思います。なんでそんな世の中なのか。トップのある方々たちはこの奴隷社会を作るために様々な不正や悪さをしてきてて、情報社会になった今、それが明るみに出てきているというんですね。以前大富豪が逮捕された話題話しましたけど、ハリウッド監督の逮捕なんかもありました。みんなの知らないところでトップの方々ってかなり恐ろしいことをしていたりするんですね。例えばアメリカでは年間80万人の行方不明者がいるんですけど、その背景にはトップ層の仕業が絡んでいるという都市伝説があったり、さらに子供たちに恐怖心を与えることで得られる成分を摂取しているなんていう話もあるんですけど、これ以上はねちょっと過激すぎるので言えないんですけど、不思議な世界。そういった方々がこの騒ぎの中、水面下では逮捕されていってるという都市伝説なんです。それと関係があるのかわからないんですけど、有名人のツイッターのヘッダーが空白になるという現象が起きて、海外ではこれで結構話題になったんですね。このヘッダーが空白の人たちはその逮捕と関連があるみたいな、都市伝説が一人歩きしちゃってる感じなんですけど、わかりやすく言うと、表の政府と裏の政府がいて、今裏が成敗されてる感じです。この大量逮捕の説は結構前から言われてる説ではあるんですね。それはいずれ起こると言われていて、それがこのタイミングなのか、そしてそれとセットになっているのが金融ショック、金融市場のリセットが来ると言われています。現在はね、みんながせっせと借金を返済する働きありとしての社会が構築されてしまって、今のこのピラミッド社会が崩壊したらガラリと経済のあり方、生き方が変わってくるんですね。お金のやり取りが全て透明化して可視化されると、不正ができない世の中になるんでしょうか。そういう意味では今よりもっと住みやすい世界になると言われております。一部の人々が富を独占するのではなく、うまく分配されて、最近ではね、ベーシックインカムといって全ての人々に所得保障として一定額の現金が支給される制度が世界中で検討されていたりもするので、全体での生活の質の向上が今後起こり得るかもしれません。それがどんなものなのかわからんが、こういった説は以前紹介した突如現れた組織によって公開されているようです。僕はこれ全部信じてるってわけじゃないですからね。あくまで中立な立場で紹介しているだけです。皆さんどう思いますか、これについて。今回の騒ぎである意味人類は今の社会を見直すのにいい機会なのかもしれないですね。都市構造のあり方、学校、病院、お店、娯楽施設など、皮肉なのが人が外に出なくなったことによって大気汚染が激減しているらしいです。少し前までは人類こんなことしてましたからね。もっとうまく地球と付き合う必要がありますよね。今世界中で共通の問題が生じたことで団結することが求められています。自分は別に死んでもいいからという甘い考えが結果的に周りに影響を与えてしまうことを考えると、一人一人の行動が試されているとも言えます。みんなが意識的に成長する必要があるということですかね。
日本はちょうど今が瀬戸際にいるようなので、みんなの今の行動が未来を決めることになります。団結して明るい未来を望むのか、あるいは自分勝手な行動をして破滅に向かうのか。遠慮なくオナニーできるわ。今日は最後に一つ、イミコア写真を紹介したいと思います。なぜかね、今でもこれが一番の人気コーナーなんですよね。みんな本当に頭いかれてる。俺もか。その写真がこちらになります。これは何の写真かわかりますかね。歴史的大事件、ケネディ大統領暗殺直後の写真なんです。どこがイミコアなのか、皆さんにはわかりますかね。ヒントは後ろの方になります。悲しそうにするジャックリーン・ケネディ、テキサス下議員アルバート・リチャードに名前を呼ばれて、後ろを振り向く今この瞬間、副大統領から大統領に急遽就任することになったリンドン・ビン・ジョンソン。議論されているのはこのアルバート・リチャードの顔。写真を見る限り彼はこの場面でウィンクしているように見えるんですね。なぜこのショッキングなタイミングでウィンクをしているのか、2つの解釈があって、1つはケネディがいなくなったことで席が空いたのでへっへよかったなみたいな合図。もう1つはショッキングな出来事で急遽大統領を任せられることになったリンドンに大丈夫だ頑張ると合図を送ったのか。この写真を撮ったカメラマンによると、不気味か純粋なウィンクなのか、どちらとも捉えられると語ったそうです。ケネディの事件にはね、様々な説が付きまとっているので、不気味な解釈が出てきてもおかしくはないですよね。皆さんどう思いますかこれ。はい、今日はこの辺にしときたいと思います。はい。皆さんどう思いますかね今日紹介した説。かなりぶっ飛んでいるので、なわけねえよってなるのか、あるいはね、本当にこういった出来事が起きていると信じているのか、ね、コメント欄に書いていってください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。